クロエ、西の国の聖なる祝祭の成功、おめでとう。ありがとう、アーサー。シノとか東の魔法使いに協力してもらえたおかげだよ。みんなで力を合わせたから聖なる祝祭が成功して、太古の神殿に原始の精霊が戻ってきたんだ。まあね。クロエ、シノ、危険な役目だったのによく無事に務めを果たしてくれたな。ありがとう。混乱した世界を落ち着かせるために聖なる祝祭をして、太古の神殿に原始の精霊たちを召喚しなければならないんですよね。原始の精霊ってすごく古い精霊なんでしょ？ミスラさんは見たことがあります？はあ、大昔に何度か。普段は姿を隠していますし、気性も荒いですから近づかない方がいいですよ。そうなのか。クロエが見た原始の精霊はどうだった？俺は気配を感じただけだったけど、なんか怖いっていうより、怖いくらい楽しそうな感じ？土地によって原始の精霊たちは性質が違いますからね。土地の魔法使いに似ていると言われますが。へえ、なら南の国の原始の精霊さんとはお友達になれるかもしれませんね。はあ、あなたみたいにのんきでしょうからね。もうミスラさん意地悪ばっかり。西の国の聖なる祝祭が成功して、そろそろ次の聖なる祝祭を行う頃だ。次はどこの国の祝祭をやるんだろうな。そうだな。次も無事に成功するといいが。アーサー、ルチル、ちょっとこっちに来るのじゃ。スノー様、ホワイト様、何かご用事ですか？次の聖なる祝祭の予定が決まったのじゃ。中央の国の魔法使いたちで、中央の国の聖なる祝祭を行ってもらうぞ。南の魔法使いたちは彼らのサポートをするのじゃ。わかりました。中央の太古の神殿をよみがえらせ、聖なる祝祭を行い、原始の精霊を召喚する。ついに僕たちの出番ですね。緊張します。大丈夫さ。西に続いて中央も成功させようぜ。それでは出発する。今すぐにですか？待ってもいい。いえ。無理をするな。我慢すると体に悪い。トイレに行きたいんじゃありません。今すぐ出発してもいいんですけど、具体的に何をすればいいのかとか。ミチルの言う通り、中央のオズ先生は口下手だから、南のフィガロ先生が代わりに説明するよ。フィガロ先生。大丈夫なんですか？最強と言われるオズ様がいらっしゃるのに出しゃばったりして。大丈夫だ。オズ様はお優しい方だし、フィガロ様はオズ様のご友人。おいおいフィガロ、気軽に俺の主君の口を塞ぐなよ。ごめん。みんな心配しないで。俺は平凡な南の魔法使いだけど、実はこの前オズと一緒に飲み明かしたんだ。そしたら俺の類まれな弁舌にたちまち虜になっちゃって、一晩で俺のファンになってくれたんだよ。へえ、オズ様が？フィガロ先生、すごいそうだろう。だからある程度何をやってもオズは許してくれるんだな、オズ。なあ。脅しのつもりか。アーサーから手を離せ。
ごめんアーサー。そういうことだからよろしくね。大体のご事情はお察ししました。まったく、フィガロ先生は。それで、説明とはどのようなことですか？聖なる祝祭を行う方法だ。西の魔法使いたちから聞いてるかもしれないけど、まずはみんなこの衣装に着替えて。ああ、これはすごい。クロエが作ってくれたんだな。精霊が好む装いというやつか。神聖で立派な雰囲気があっていいな。中央の太古の精霊たちは高潔で正当なものが好きだからね。次は太古の神殿が眠る場所についてだ。スノー様とホワイト様の予言によると、だいたいこの辺りにある。南の国に近い辺境の土地だな。この辺りは荒野で何もなかったはずだが。そうなんですか？なあ、砂漠というか岩や石が混ざった土漠に近いはずだ。この辺りは不吉な噂があってな。この辺りを通った旅人が行方不明になることが多いんだ。だから騎士団で調査に向かったんだが、何も見つからなかった。太古の昔にはこんな場所に神殿があったのかな。西の国の太古の神殿は貴族の別邸から別の空間につながっていたそうです。今回もそうなのではないでしょうか。もしかして。何かお気づきになられましたか、アーサー王子。銀融詩人の歌で聞いたことがある。天災によって一夜で滅んだ古代の文明都市が辺境の地に眠っていると。幻の都メサ、確かそんな風に呼ばれていた。幻の都メサか。俺も昔は中央の国にいましたが、初めて聞く名前ですね。古い都なら母様は知っていたかな。長い年月を生きてきたオズ様なら何かご存知じゃないですか。オズ様？いや、覚えていないな。行ってみれば手がかりがつかめるかもしれない。早速出発しよう。辺境の土漠に行くにはまず魔法者のエレベーターから中央の国の塔まで行って、そこから空を飛んでいくのが早いかな。そのような手間をかけずとも、この程度の人数なら運んでやる。ミスラさんみたいな空間をつなげる扉を開けてですか？必要ない。ボクスノク。びっくりした。ここが太古の神殿の眠る場所。見渡す限り何もないですね。中央の国より僕たちの暮らしていた南の国に似ています。騎士団時代にここを横断したんだ。空を飛ぶこともできないから一苦労だった。水源が全くないからさ。お水がないんですか？水筒持ってくればよかった。普段はここからもっと西にある整備された陸路を使う。そっちには井戸も村も宿もある。いざとなったらそっちに移動しよう。ではこの辺りはほとんど人がいない場所なんですね。そんなこともない。前も装備や体力に自信のある旅人たちが
一人で行き来してるのを見かけた。あれ、どうしたんですか、リケ？どこかから音色が聞こえませんか？盾ごとのような。本当だ。風に乗って聞こえてくる。あそこに人影が。ライア。昔流行った半金の音色のようでしたね。旅の吟遊詩人でしょうか。旅の吟遊詩人か。旅人が行方不明になる噂があっても、旅慣れた者たちには怖くないのかもしれないな。吟遊詩人さんって会ったことないです。どんなことをする人なんですか？僕も会ったことないですけど、確か歌を歌いながらいろんなお話をしてくれるんですよね。そうそう。私たちの町には一度だけ旅の劇団が来たことがあるよね。最近は吟遊詩人も少なくなったと聞くな。王宮にはたまに訪れてくることがある。不審なものでない限り中央では歓迎している。各国の情勢や意外な話も聞けるし、何より救助たちが喜んでくれる。王宮暮らしの者たちには旅人は憧れの存在だ。わかるな。俺も遠征から帰ってくると人に囲まれた。みんな異国や辺境に憧れがあるんだ。大切な家族がいて、大切な場所があって、それを守っていたい。その気持ちと同じくらい旅立ちを求めてる。みんなそういうものだろう。私も王子という身分でなければ、いつでも冒険の旅に出て新天地を見つけたいものだ。おお。どうしたんだ？ルチルもミチルも不思議そうな顔をして。私は故郷が好きですから、ご近所を探索するのは大好きですけど、新天地を探す冒険は考えたことなかったです。そうなのか？意外だな。南の国は開拓の民なのに。冒険が怖いわけじゃないですよ。冒険はしてみたいです。でも絶対に帰ってこられる冒険がいいです。兄様たちに心配はかけたくないし、兄様たちに会えなくなるのは寂しいし。リケも同じじゃないですか？僕はずっと同じ場所にいたので、外の世界を知った今、いろいろな場所に行ってみたいです。新しい場所で新しい自分が待っているような気がしてドキドキします。そうなんですか。でも僕に会えなくなってもいいんですか？それはちょっと寂しいかも。中央の魔法使いと南の魔法使いの決定的な違いが出たな。決定的な違い？本拠地を大事にするか、目的地を大事にするかだよ。中央も南も善良で人助けが好きだけど、中央の魔法使いは使命感が強くて、何かを成し遂げることを最優先にする。そのためには危険を冒すことも、何かを捨て去ることも覚悟してる。昔のファウストのように指導者向きだね。そう言われると、なんだか中央の魔法使いさんかっこいいですね。えへへ。でも中央の魔法使いさんたちのすぐに無茶するところはちょっと心配です。今日も危ないことはしないでくださいね。なんだ、可愛いことを言うじゃないか。心配するな。これでも歴戦の騎士だ。早速冒険を始めることにしよう。お目当ての太古の神殿は荒野のどこに眠っているかな。目の前だ。
え？古代都市メサがこの下に眠っている。幻の都メサ、やはり存在していたんですね。でもどうして砂に埋もれてしまったんでしょうか。都市を滅ぼしてしまうような大きな天災が起こったのかもしれないな。地下に都市が眠っているなんて、どうやって神殿までたどり着けば。下がっていろ。賢治様、こっちに。ボクスノク。いたたた。みんな、目と口を閉じた方がいい。これが古代都市メサ。想像していたよりも大きな都市だな。ほぼ完全な形で遺跡も残ってる。きっとあの遺跡の中に太古の神殿を蘇らせる手がかりがある。この先は中央の魔法使いたちに任せるよ。太古の神殿を蘇らせられたら俺たちを呼んでくれ。僕たちは遺跡に入れないんですか？私、ちょっと見てみたいです。ダメダメ。今回の主役は中央の魔法使いたちだ。俺たちはあくまで後方支援。探検は彼らに任せてここで応援してよ。もしも危ないことがあったとしても、オズが責任を取って何とかするだろう。頼んだよ、オズ。待ってください、オズ様。アーサー、じゃあ俺たちで行ってくる。あんたたちはここで待機しててくれ。すまないな。俺だけでもついていこうか。何か危険なことが起きるかもしれないし。大丈夫だ。リケはどうする？留守番してるか？まさか。
どんな危険があったとしても、神に与えられた特別な力を持つ僕たちは、恐れずに進むべきです。僕は危険を恐れませんし、オズ任せにはしません。こんなことは言いたくはありませんが、フィガロの言い草は少し無責任に思います。リケ。そうかもしれないね。俺は怠け者だし、怖がりだから。もういいです。行きましょう、カイン。気にしないでくれ。後方に頼もしい仲間がいるのは心強いことさ。じゃ、行ってくるな。気をつけて。危なくなったら戻ってきてください。戻りません。こら、リーケ。じゃ、また後でな。賢者様、ちょっと待って。わかった。じゃあ止めないけど、最初にオズに言って、事情を全部話せって。そうそう。みんなのいないところで聞いてやって。とぼけるな。賢者が死んでもいいのかって。まさか。オズがついていれば大丈夫だよ。だけど、そのくらい言ってやらないと。あの頑固者は口を開かないだろうからさ。俺からは言えない。オズに聞いてごらん。危ないところに行かせてごめんね、賢者様。メッサは呪われた都だからな。フィガロ先生、何を話してるんですか？賢者様も行くなら、やっぱり私たちも一緒に。そうですよ。リケに臆病者って思われちゃったかも。僕は働き者ですし、怖くないですよ。フィガロ先生、やはり俺だけでも。大丈夫だよ。オズと賢者様に任せておけばいい。賢者様、それじゃ気をつけて。あれ、かけてくる足音が。みちるかな？賢者様だ。賢者様もいらっしゃったのですか？待ってりゃよかったのに。大丈夫か？なぜ？お前たちは先に進んでいろ。私たちのいないところで賢者様としたいお話があるのですか？どんな話だ？僕たちは目の前で話されても全く気にしませんよ。いいから先に行け。すぐに追いつく。それでフィガロは何と？お前を死なせはしない。私が滅ぼした。
メサの都は私が滅ぼした。話すつもりはない。あれは中央の国の王子だ。最初から私を慕うべきではなかった。これも運命だ。メサの民の魂はまだここにさまよっている。私を見つければ私に怨嗟を吐くだろう。オズ。オズ、どうして？メサの亡霊たちだ。彼らの魂を滅ぼすことはたやすい。だが浄化せずに消滅させれば魂は二度と再生されない。彼らの魂を滅ぼさず導くためには聖なる祝祭の成功が必要だ。そうだ。彼らの怨嗟の声を聞いてアーサーは私の正体を知るだろう。賢者様とオズ様は何をお話ししていらっしゃるんだろう。注意事項とかじゃないか？南の魔法使いが後方支援に回ったし、危ないことがないようにさ。多少の危険は覚悟しています。僕たちの使命ですから。俺だってそうさ。でもさっきみたいな態度は良くないぜ。ルチルもミチルも決して臆病じゃない。大事な家族がいる分慎重になるだけだ。友達のお前にあんな言われ方をしたらミチルは傷つくぞ。だって嫌だったんです。何が？さっきのオズの凄まじい魔法を見て僕は高揚して感激したんです。すごい強い、この力が欲しいって。私にもその気持ちはわかる。オズ様かっこよかっただろう。かっこいいよな。魔法が強いのはかっこいい。でもミチルやルチルは怯えた目をしてました。賢者様も多分。僕はミチルにも一緒に強いものに憧れて欲しかったのに、一緒に冒険したかったのに。気質の違いは仕方ないさ。前に王園に言われたことがある。強いものに純粋に焦がれるところは北の魔法使いと中央の魔法使いは似てるって。強さに関心のない奴らもいれば強さが純粋に怖い奴らもいる。それだけさ。友達になれないわけじゃない。そうですね。カインの言う通りだ。それにオズ様は優しい方だから一緒にいるうちに恐怖は消えてしまうだろう。オズは世界を支配した悪い魔法使いだと教団の人たちに聞かされていました。あれはどこまで本当なんですか？全部間違いに決まっている。
オズ様は人も国も支配などしない。強くて貫禄のある方だから誤解されるだけだ。私が転んだら駆け寄ってきてくれたし、病気の時には付き添ってくれた。リケやカインにもひどいことはしないだろ。そうですよね。少しほっとしました。無口でおっかなそうだけど、オズはなんだかんだ付き合いいいしな。何より頼りになる。ああ、優しくて頼もしい方だ。今日もオズ様がいれば大丈夫だろう。お、噂をすればオズと賢者様が戻ってきた。あれ、なんでしょう。何か不穏な風が取り巻いているような。オズ様？オズ。オズ、出て行け。ふん。やむを得ない。オズ様、賢者様。なんだ？賢者。愚かなことを。アーサーもカインもリケも実力はあるがまだ若い魔法使いたちだ。メサの歴史と呪いを打ち破るには私の力がなければ。なんだと？賢者様、オズ様、一体何が。え？オズは？なんだって？大丈夫か？お腹が。オズ様、どこかで休まれますか？お腹を壊してしまうなんて、おやつもまだ食べていないのにかわいそう。バカはお前の方だろう。わかりました。オズ様、ご養生してください。後のことは心配いりません。私はオズ様の弟子ですから。
はあ、大丈夫かな、中央の魔法使いの皆さん。絶対リケに嫌われた。そんなことないって。もし嫌われちゃったとしても、ミチルにはフィガロ先生がいるじゃないか。はあれ、俺の決め台詞、心に響かない感じ？待っているだけよりも体を動かした方が良さそうだな。ルチル、ミチル、魔法陣の準備をしよう。彼らが太古の神殿をよみがえらせると信じて、俺たちにできる支援をするんだ。頼めるか？はい、もちろん。いい子たちだ。じゃあ遺跡の周辺の様子を空を飛んで調べてきてくれる？わかりました。行こう、ミチル。はい、フィガロ先生、行ってきます。うん、気をつけてね。早いな。もう飛んでいった。フィガロ先生、俺も二人についていきます。フィガロ先生は？ここで待ってるよ。俺が一緒にメサの遺跡に近づいたら、まずいことが起こりそうだし。こうしてるだけでビリビリ感じる。中央の原始の精霊たちは英雄の気質だから、北の出身の魔法使いを嫌うね。悪党は出て行けと言われている感じだ。俺もオズも結局のところ、少年は北の魔法使いだからさ。そうとも限りませんよ。例の？気質が変われば土地に馴染んで愛される。あの兄弟に先生が過保護なのは、家を愛する南の魔法使いらしいと思います。オズ様もきっと人の和や善を愛する心が生まれたからこそ、中央の土地に愛されているんでしょう。きっとうまくいきます。ありがとう。君っていいやつだね。まあフィガロ先生よりは。前言撤回は受け付けませんよ。賢者様、お疲れではないですか？どうかご安心ください。オズ様はおりませんが、私とカインがついております。そうさ。何が起きたってあんたに傷一つつけさせない。この身に変えてもお守りします。あんたのために命を懸けよう。アーサー殿下、それは騎士の仕事です。殿下は王子なんですから、あんまり無茶はしないでくださいよ。なんだ、突然敬語になって。賢者様の魔法使いという立場の上で、私たちは平等なはずだ。そうはいかない。俺にとってあんたは主君だ。カインはかけがえのない友人だよ。友人になってほしいと言って恐縮しないでくれたのはカインくらいだ。俺はずうずうしいから。そういうところが好きだ。だから急に部下にならないでくれ。私とお前は対等だろ。そこばかりは譲れないな。主君を守ってこそ騎士だ。
格好をつけるために見栄を切らせてもらう。カインはかっこいいよ。光栄の至りです、殿下。動くな。どうしたカイン。足音が聞こえた。それも複数の。俺の目にも見える。魔物の類か。服装が古めかしかった。まるで歴史書で見た古代人の。さあ寄ってきな。この都で手に入らないものはないよ。まあ素敵なマナー師。メサの戦士たちが勝利したおかげね。こら走ってはダメよ。大丈ようこそ世界一の都メサへ。メサのオアシスはこの世の極楽だよ。オアシス？幻影か。メサの亡霊たちの姿なんだろうか。メサは天才によって一夜にして滅びた都だと言っていたな。だとするとメサの民の魂は自分たちが死んだことが分かっていないんじゃないのか。